皆さんお元気ですか？グレイジャーニーもう一度、始まりました。今日は、ナバリの島を出発してビーグル水道を西に行くんですけども、これは有名なダーウィンがビーグル号という船で通ったのでビーグル水道となったんですけども、フエゴ島に到着して、それでフエゴ島を横断する旅が始まります。最初からハプニングがあってハラハラドキドキなんですけども、これからの旅を見ていってください。いよいよ、漕ぎ出しました。最初は順調ですね。これ3人で漕ぐのは初めてなんですけども、結構バランスがよく走ってます。これ大好きな、飛べようとして飛べないんですね。一生懸命やってるんですよ。飛ばしてあげたいんですけどね。荒れてきちゃいました。荒れるんですね。嵐の大地とも呼ばれてます。で、海も同じように荒れるわけです。これはのんびりと漕いでられないんですね。やっぱ荒れると目いっぱい漕がないと。途中でイルカが、搬送するんですけども、海が荒れるとイルカが跳ねるんですね。めったにないことなんで嬉しいんですけども、微妙に複雑な気持ちになりました。雨まで降ってきました。一生懸命漕いで、これで退避しようということになります。雪まで降ってきました。雪なんか夏に降るとは思わなかったんですけども、無線で伴走船と、交信してます。で、彼らも、一緒に走れないんで退避するという連絡ですね。私たちも、無理はしないので、荒れて海を行くことはないので退避してテントを張ります。雪がずっと降り続けて、雪が夏に積もるとは思われませんでした。海が荒れるのをじっと待つわけですけども、4日目に少し白波を立ってない落ち着いた海になってきます。ここがベタ波じゃない。面白い。チャンスでしょうね、これは。本当にチャンスなんですね。チャンスをついて渡らないとまた別の嵐が来るかもしれないので、一気に渡ります。かなりみんな気合があってきますけども、途中で荒れます。で、荒れて一番怖いのは海に流されることなんですけども、なぜ怖いかというと、逃走じゃなくてもっと怖い低体温症になって体温が奪われて、それで低体温症っていうのは臓器が30度になったらおしまいなので、そういうことがあるので怖いわけです。で、一気に漕ぎ渡ります。で、これでフエゴ島到着。一つの難関を漕ぎ渡っただけで、一つの達成感があります。で、次の旅はフエゴ島をダーウィン山脈を越えて、50キロ歩かなきゃいけないんですね。で、自分たちはだいたい20キロぐらいの、ザックを背負って、その中にはキャンピング道具、食料、燃料、寝袋、その他が入っています。歩きですけれども、川を渡るときは動物を使っていい。今回馬ですけども、その後トナカイとか犬とかラクダを使うんですけど、自分でくくれればいい。乗せてもらうのはいけないということをルールにしました。で、途中南極ブナの林の中を行くんですけども、とても綺麗で気持ちがいいですね。本当に風景を楽しみながら旅をしました。で、やがて森林限界を越えるんですけども、その前にブナ林の中で
キッタリアというキノコの仲間、先住民にとっては昔は貴重な食料の一つだったんですね。水気がたくさん。キッタリアはふわふしてちょっと固めのマシュマロみたいな感じなんですけども、ぷよぷよしてて気持ちいいんですけど、持ってるとなんかオレンジみたいな感じなんですけども、味を見るとですね、海無臭ですね。噛んでて少し甘みがある。キノコって感じ全然しないですね。はい、どうでしたか。私も一緒に、久しぶりに見てみて、あ、こういう旅をしたんだと思いながらも、なんかこうまた旅をしている感じで、なんかワクワクしますね。で、キッタリアに出会うわけですけども、キッタリアは、ブナに寄生するキノコ、普通は地面から生えてるキノコが多いんですけども、珍しいキノコで、なおかつ目立つんですね。だから食ってくれやっていう感じのキノコですけども、で剥がしてみると本当にマシュマロをちょっと硬くしたような感じで、ぷよぷよするんで、なんか割ってみて中身を見たいわけですね。そうするとなんかみかんじゃないかっていう、感じで、なんかつい食べてみたくなるような感じで、味を見ると、ちょっとぐらい甘みがあるかなと思ったら、ちょっとはあるんですけど、ほんのり、でもなんかぷよぷよ感で食べてしまうという感じで。キッタリの他に、山ではたくさんの他のキノコ、あるいは、木の実、あるいは、野草がたくさんあったわけで、それを取ったわけですけども、海岸部行くとムール貝の仲間は無尽蔵で、その中につぶ貝とか、いろんな貝がいるんですね。カサ貝とか、それを食べているんですけども、やっぱり彼ら一番のごちそうは脂肪なんですね。それを持っているのはシーライオンで、男たちは森を持って潜るんですけども、すっぱだかになって、でなかなか取れないので、彼らにとってはごちそうとなるわけですね。でそれを生で食べますというのは、脂肪というのは一番の目当てなので、美味しい、肉好きにうまいって書くほどですから、それ彼らもうまいと感じていて、もちろん肉、タンパク質も重要ですけども、うまいのは脂肪の方なんですね。たまにはそのシーライオンとか鮭を取って、生活してたと思います。2、3年前に江戸川で足舟を作ったんですけども、非常に素敵な船なんですね。ただ材料がすごく集めなきゃいけないんですよ。結構相当な量になってるけど、6メートルの足舟を作るために、それだけかなりの足を切っといて、それを締めたら緩まない巻き結びっていうのなんですよ。それで締めていくんですね。できたものは丸太と同じなんですね。その一番端だけ草を足を少なくすると、こういう自然にこういう形になるんですよ。でかっこいい形になるんですけども、まだ出港はしてないんですね。その船を使って海のレジャーの続きですねをどうしてもやりたい。でそれは丸木舟でやろうと思ったけども、やっぱり足舟でやったらもっと面白いな。それは YouTube でできるんですか？やったら面白いですね。ぜひ実現したら面白いですね。